はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日はまたね、カンコレを楽しみましょうということで、配信の方していこうと思います。だいぶ暖かくなってきましたので、日中でも、長袖もちょっと着るのは暑くなってきたなぁなんて、そんな風に思う日々を過ごしている感じです。なので、水分はね、取りつつ、私も、傍らに、コップに水を入れてありますので、常に、水分不足にならないようにしていこうと思いますので、ご視聴している皆さんも、水分とかね、いつでも取れるように、準備をしていただければなと思います。それでは本日の、作戦の内容の方から、ご説明していきたいと思います。はい、今日はですね、艦隊の旗艦に、劉邦海2もしくは海2母を含む随伴に、しぐれ海2を編成した第一艦隊で南西諸島海域、バシー海峡、東部オリオール海、沖ノ島沖海域、そして、沖ノ島島、タウイタウイ白地、沖の深部へ出撃、敵艦隊を捕捉撃滅せよという任務になっています。なのでね、都合、5海域攻略しないと、いけないということなので、時間もかかります。なので今日は、最初の3海域ですね、2-2の、パシー海峡、2-3の東部オリオール海、2-3の沖ノ島海域、この3つの攻略をね、していこうと思います。そして次回になりましたら、残りの、2-5、沖ノ島沖、そして7-2-2、タウイタウイ白地沖新聞をね、攻略していこうというふうに考えていますので、よろしくお願いします。それでは続いて今日の、出撃メンバーの紹介の方をね、していこうと思います。はい、今回の出撃メンバーですが、軽空母の劉邦海2母の状態で出撃をしてもらいます。この状態ですとね、夜間戦闘できる、航空機を搭載することで、通常ですとね、攻撃ができないところが、攻撃ができるという編成で今回はね、挑んでいきたいと思います。そして、出撃メンバーとしては、潜水母艦の陣芸海、もね、今回出撃をしてもらいます。軽巡洋艦からは能代、矢作のね、両海2コンビに出てもらおうと思います。駆逐艦からは、だいぶ幅広く出てもらおうと思って選びました。神風型、旗風ですね。そして、六月型から宇月、徳型駆逐艦からさざ波、初春型の初霜、そして、白津優型からは、シングレは今回もう、こう指名されてますので、シングレとサミダレですね。そして朝潮型からは山雲、影楼型からは時津風、磯風、浜風というね、メンバーの
中から出撃をしていくような感じになります。海域の方が、全て第2海域、今日はね、なりますので、普段ですと、そんなに苦戦をしない。でもなかなか近代化改修とかしてないと、道中で大破したりとか、あとはボス戦になっても、攻略しがたい、攻略ができなくてもう一回っていう風に何回かね、試行回数しないといけないかったりもするんですけど、大体、初期のカンムスでも、階層が下になっていて、近代化改修が終わっていれば、大体攻略ができる海域なので、そこら辺は問題ないのかななんて思っています。それでは最初に、パシー海峡、続いて東部オリオール海、そして最後に沖ノ島海域を攻略していきます。途中でまた、私の持っているカンコレグッズの紹介とかね、入れていきたいと思います。これは、東部オリオール海が終わったあたりがいいかなというふうに考えています。よし、それでは早速、パシー海峡に出撃をしていきましょう。あとですね、今日は秘書官に秋津丸、出てもらってます。なかなかね、戦闘艦ではないので、出撃する機会が最近はね、本当になくてどうしようかなというふうに考えていたところで、改めてこの子の、グラフィックとかね、見てみると、結構細かいところ書き込みされてて、特にね、この手に持ってる、ランプみたいなものですけどね、多分これ照明弾か照明灯かそんな感じでイメージしてるんじゃないかなというふうに考えています。あとは飛行甲板も、この子がね戦闘機を搭載して発進させることができます。オートジャイロとかも使うことができますけども、こういった端々にこうライトがついていたりとか、そういったところもね、よく書き込まれてるなぁなんて思ったりもします。で、本文に戻りますと、まだ来月の8日に、イベントが始まるみたいなね、アナウンスがありました。ただ、まだどういった作戦名になるのかっていうのも分かっていない状態なので、特に、このゲームの、攻略の肝としては装備のこんにちは。きつねぶどうさん、こんにちはです。今日も、来ていただいてありがとうございます。ゆっくり見ていってください。今装備をね、いろいろ開発したりとかしないとね、攻略が難しくなってきてる昨今のイベントなものですから、これが果たして正解か分かりませんけど、とりあえず迫撃砲をね、ちょっと今、以前作ったこの集中配備が1個ありましたので、これも数がないとちょっと威力がね、出ないというふうにウィキに書かれてましたので、じゃあもう1個作っていこうかなと思って、もう一つ今開発中なんですけど、なかなかネジの方がね、足りなくて進んでない状態ではあります。イベント開始前までにもう一つだけ作っておければいいかなというふうに考えております。その秘書官で秋津丸を使っておりました。出番をね、やっぱりこう与えてあげないと、いざ使おうと思った時に使い勝手が分かんなかったりもするので、やってみました。はい。はい、艦隊もね、艦隊決戦、援護作戦の、輸送任務出てもらってました。帰ってきましたね。この輸送任務、
15時間というちょっと長い時間かかりますけども、その分多くのね、燃料弾薬とかね、補給できるので、こまめに遠征出せる人はいいんですけども、時間がちょっとなっていう方でしたら、こちらの、水雷戦隊でね、出せる任務なので、出しておくと、便利かなと思って、私の方もそんな頻繁に遠征回せなくて、こちらの艦隊決戦に回したりもしていました。はい。はい、それでは今日の最初のパシー海峡の、すいません、最初の出撃メンバーですが、機関は劉邦海二母、野戦戦闘できる、艦上攻撃機と艦上戦闘機を全て積んでいる状態になります。そしてしぐれの方には主砲と電弾一応対空も兼ねています。そして、この海域にはね、陣芸も活躍ができるということで、主砲と、水上爆撃機を搭載しての出撃になります。そして渦木も主砲と電弾の装備ですね。また時津風も主砲と一応対空電弾の装備の方にしてあります。そして山雲も主砲と対空電弾の装備、一応こんな感じで最初のパシー海峡に出撃をしていきたいと思います。いやね、輸送任務でも、大切な任務ではあるんですけども、こうやってね、ちゃんと海藻空母として、活躍できるようになりましたので、では早速ね、出撃の方ねしていきたいと思います。それと、だいぶ前にね、出撃する前に任務ちゃんとチェックしてないといけなかったんで、最初にちゃんと任務チェックしましょうね。はい。今回は最初からちゃんと任務入れてありましたので大丈夫でしたけど、往々にして出撃をしてからってなる時があるので気をつけたいです。はい。それでは、パシー海峡に出撃していきましょう。
鮭さん、こんにちはです。はい。鮭さん、こんにちはです。今日もね、来ていただいてありがとうございます。今日の任務はね、劉邦会に、の活躍を見せたいと思って組んでありますので、よろしくお願いします。はい、響よろしくね。さあ、これでボスのルートに乗ってると思いますので、どうかな？あれちょっとルートが外れて、エッチマスに行っちゃったけど大丈夫かな？では、羅針盤に勝っていこう。よし。まずは、ボスルート乗れました。よかったよかった。それでは、まずは S 勝利取らないといけないので、戦闘を開始していきたいと思います。単獣陣で戦闘を開始。みんな頑張ってきてね。はい、鳥海さん、よろしくお願いします。やっぱり野戦空母強いですね。クリティカルが出ますと、先ほどのようなね、攻撃力が発揮されますので、できれば、どんどん使っていきたいところではあるんですけど、弱点としては、やはり航空母艦なので、飛行甲板がね、使えないと、攻撃ができなくなってしまうという、装甲空母であればまた別なんでしょうけど、そうなるとね、また幅が狭くなってしまうので、運用の仕方でだいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。何はともあれ最初の、バシー海峡を攻略できました。みんなお疲れ様。はい、それでは続いて今度は、東部お料理会の出演機になります。出演機メンバーもね、ちょっと変更していきたいと思います。東部お料理会、いや、本当に、毎回来てますけども、数もね、任務の数だけで30を超えるこの海域ですから、皆さんもね、しょっちゅう行かれてるんじゃないかなと思いますけども、
でも結構この海域、攻略しようとすると、ルート固定がちょっとできないというね、ことがあって、たまにボスに行かなかったりもします。まあ、でもその時はね、また改めていこうかなというふうに思っています。はい。そして、東部お料理会の出席メンバーですけども、先ほどから、同じメンバーはね、劉邦としぐれは変わらずに、3番目からは能代ですね。手法に、爆撃機に野艇にと、多彩な攻撃ができるこの子、この海域で出撃してもらいます。はい、そして、サミダレちゃんですね。本当にね、この子初期間で長い付き合いではあるんですけど、今回出撃をしてもらおうと思って選びました。これも私が出撃してほしくて、選んだのもあるんですけども、もちろんシリーズつながりでね、劉邦になった時の艦隊の、一翼を担ったということもありますので選んであります。はい、そしてさざ波は第7駆逐隊、今回もね第8周年記念の限定グラフィックが実装されたりもしています。鹿野谷空さん、こんにちは。本日、明日と仕事なので後ほどアーカイブにて拝見します。鹿野谷さん、わざわざコメントありがとうございます。そうですよね。今日私ちょっと休みだったので日中から始めちゃいましたけど、お仕事とかね、お忙しい方もいらっしゃるかと思いますので、終わりましたらアーカイブの方に残して、後でご鑑賞いただければと思います。はい、そして、最後に神風型の旗風を選んでおります。この子ら3人もね、今のところ買いの予定はないんですけども、十分改装して近代改修も終えていれば、最初のね海域は攻略できますし、特に旗風なんかは対戦値が結構高いんで、フルで装備すれば、先制対戦爆雷攻撃もねできますので、可能であれば連動の方も持ってあげていきたいなと思ってます。はい、以上の6名で出撃をしていきましょう。ここもね、回帰間違って一野さんに行っちゃうといったことが前回ありましたので、東部お料理会間違いなし。では、出撃をしていきます。
はい、念の日よろしくね。まずは最初の海域の突破ですね。できましたので、このまま続けて進軍をしていきたいと思います。はい、なちさんよろしくお願いします。これで2番目も突破ができました。さあ、いよいよどちらに行くか、多分そのまま右に行くんでしょうね。ですよね。ここが突破できるかどうかが難しいところではありますが、単獣陣で戦闘を開始。みんな頑張ってきてね。はい、あられよろしくね。それではいよいよ、ボスの前まで来ました。ここから先が、ランダムでね、ずれたりすることがあります。それは先ほどのパシー海峡も同様なんですけども。さあ、どうでしょう、羅針盤。いけましたね。今日は羅針盤に勝ちました。でも、この戦闘で勝たないとね、意味がないので。でも、この子であれば必ず勝ってくれるでしょう。では、単獣陣で戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。
まあさすがに戦艦相手ですから昼戦では脅せませんでしたが、このまま野戦で決着をつけたいと思います。みんな最後の戦いよろしくね。追撃に移行します。全艦突撃。竜砲攻撃隊発艦。お願いいたします。私の艦載機が活躍したの？やったー！これが空母の竜砲の力なんです。福さん、コンチャス。巻雲と言います。ゆうぐも姉さんを見習って頑張ります。巻雲よろしくね。そして、スクさん、コンチャッス、今日も来ていただいてありがとうございます。今日はね、この劉邦の活躍を見せようと思っての、番組構成となっております。調べたところによると、鮭さん、無事行けましたね。そうですね、鮭さん、ありがとうございます。やっぱり、ボス戦になるまではどういう風になるか戦ってみないとわからないところだったので、ちゃんとダメージがね、出てくれたので、ありがたいです。それではね、一応この段階で2海域の攻略となりましたので、任務の確認の方からしていきたいと思います。2つ攻略ではまだパーセンテージが出ないのかな。多分そうなんでしょう。ここで、いつものね、カンコレグッズの紹介コーナーを始めていきます。それが終わりましたら今日ね、2の4の出撃の方に行きたいと思いますので、少々お待ちください。確かに、今まででしたから、本当に階装空母ということもあって、商砲、そして、追砲ね。この子だけがちょっと、やっぱ、ゲイって竜になれるんすね。なんと、クジラは竜になれる。怖いな。でもこのまんまでもね、全然使えるのでこのままでもいいとは思うんですけども、でももう一段階変身を残してますので、そちらの方は今日ね、お披露目していきたいと思っております。それではちょっと画面の方を一回切り替えます。それでは用意が整いましたので、紹介をしたいと思います。今日の紹介するのはこちら。カンムス、2015年の、カレンダーですね。運営鎮守府、公式ということで、この時は、最初にこういった、連想法ちゃんとか連想法くんとかね、いろいろバリエーションが豊富な子らがね、出ておりますので、印象深い子たちだなというふうに思っています。それで今日はこの中から、前半の半年間1月から7月までを紹介していこうかなと思います。では最初の1月、
このカレンダーを持ってる方はお分かりだと思うんですけど、この当時はまだめくり式ではなくて、完全に開けないと見れないというね。2015年。このカレンダーもね、普通にめくれればよかったんですけど、切らないとめくっていけないというね、まあそういう仕様になっておりますので、私も最初はこう切ったりしてたんですけど、あ、これ待てよ、このままだったら、残らないなと思って、途中から、切るのをやめて見ましたけど、どうもうまく巻くことができなくて苦労しました。これは1月の状態のカレンダーで、赤木さんがね、こちらを振り向いてる、そんな、あったかそうな何かを飲んでいるという風な風景になっています。いつもですと、矢がね、いっぱい詰まってるところ、何も入ってないところを見ると、今は本当にゆっくり休憩状態なのかななんていう風に見ることができますね。そして続けて2月になると、今度は大淀と明石ですね。ちょっと表現しづらい、大淀のこのポーズ、何かにコラがあったんじゃないかななんていうふうには思ったりもするんですけど、印象深い、のではないでしょうか。あと、赤石さんが食べてるのは多分モナカだと思われ、カメラ目線ではないところを見ると、桜イリスさん、こんにちは。桜アイリスさん、こんにちはです。今日も見に来ていただいてありがとうございます。今ちょうどいつものグッズ紹介コーナーとなっておりますので、よろしくお願いします。誰が撮ったのかは、想像できるな。多分青葉が写真撮ったんじゃないかなというふうに、私は勝手に思っております。はい。これが2月の状態ですね。では続けて3月に行きたいと思います。はい。3月は、今日出撃にメンバーにもいました宇月を含めた六月型の六月と如月、そして弥生の4名がね出ています。いつもとはちょっとポジションが違う並びになってたりもして、でも宇月はいつも通りですね。六月はこの中で一番お姉ちゃんということもあって、そういう素振りなんじゃないかなというふうに思います。まだまだ3月はね寒い時期ということもありますので、それでも部屋の中は暖かい、そんな感じなのかなというふうに思います。こういう日常がね続けばどんなにいいか。ありがとうございます。やっぱり可愛いは正義ですね。はい、それでは続けて4月に移っていこうと思います。よいしょ。きつねぶどうさん、カレンダーやポスターはどんな感じで保存されてますか？折り目つけるのもちょっと気が引けますが、ファイルとかに綺麗に保管したいし。カレンダーとかポスターの保管ですね。基本的にはそのものの状態をあまり変形させたくないので、あまり日差しが当たらない場所に、あとはその大きさをそのままの状態にして置いています。ちょっと説明が簡略化してしまったと思うんですけど、やっぱりどうしてもね、
スペースを取ってしまうので、あまりこうね、広げたりするととんでもなくスペースを取ってしまいますから、同じ大きさのものを、重ねて、それをできるだけコンパクトにしてまとめて保管しているようにはしています。やっぱり折り目とかね、つけたくはない、できればつけたくはないですし、初めからついているものであれば、これは仕方ないんですけども、できるだけつけないように、保管するように心がけてはいます。では、4月、多分これは一番有名なんじゃないかなと思います。はい。こちらは、もうね、説明のしようがない、カンコレの、顔と言ってもいいでしょう。金剛さんを率いる、金剛型4姉妹の、見上げている、その視線の先には誰がいるのかななんていうのを考えてみると、楽しめるかなというふうに思います。この時は一番次のものもね悪くないんですけど、めくりづらくなっちゃったななんていうのが当時の感想かなというふうに思います。普段ゲーム上ですと、上半身しかこう見る機会がないですけど、全身を通してみるとみんなねちょこちょこ違うんですよね。スカートだったりとか、髪型も若干違うのはこれは分かってたんですけど、ここら辺はあまりね詳しい方は本当に詳しいと思うので省かせていただきます。はい。はい、それでは続けて5月に入っていきたいと思います。これもね、大変いい図だと思いますよ。はい。はい、5月は、梅雨ということがあるので、傘をイメージするとか、そういったイラストが多くなるんですけども、これもそれにたがわぬね、今回しぐれとして、夕立のね、こちらもカンコレの顔とも言うべき2人がね出ている、そんなショットになっています。本当に夕立が降ってきたので慌てて傘を差したといった感じですけど、本当に傘を用意していたところがすごいなというふうに勝手に思っています。あとはちょうど夕立の足元に、花が咲いていると思うんですけど、多分これはアジサイだと思うんですけども、イデヤさん、こんにちは。こういった花とかもね、私も詳しくはないんですけど、たまに見るのもいいのかななんて思ったりもしています。イデヤさん、こんにちはです。今日はねちょっとまたグッズ紹介コーナーということでねやらせてもらっておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、これが5月の、カレンダーになります。はい、では続いて6月ですね。はい、こちらは、出雲丸ではなくて、ひようさんです。この子も本当に強いのでね、活躍させてください、運営さん。なんていうのも、搭載数は決してね、空母に負けてないので、あ
とはまあどうしても速力の問題でっていうのがありますから、まあ、支援艦隊の方でっていう風な感じになっちゃうんですけども、まあ、今回ね、まあ、劉邦が一つの可能性を示しましたので、まあ、必ず高速化しなくてもいいので、何かください新たな力をくださいというふうに思ってやまない、ひようさん。まあ、本当にこのカンコレというゲームをしてるといろんなカンムスを使う機会がありますけども、まあ、初期の頃ではね、この子でも十分制空権取ることができます。まあ、私もね、正直ちょっと使ってなくてあれなんで、これ以上はあれなんですけど、まあ、こうやってちゃんとセンターを取ることができる子なので、今後活躍させていきたいなというふうに思います。はい。ということでね、今日はこのカンコレ2015年の、本当に切り取らなくちゃいけないカレンダーなんですよね。なのでちょっと保管も初めは切ったりしてたもんですから、まあ、それから後でまとめて保管してるような感じになってしまいましたけど、まあ、今後も大切に保管していこうかなというふうに思っています。皆さんもね、いろいろグッズの方を持って保管とかされて大変なところもあろうかと思いますけども、大切な思い出なので、大切に保管しましょう。はい。ということで、今日の、グッズ紹介コーナーでした。残りの分に関しましては、次回また紹介をしていきたいと思います。ではまたね、ゲームの方に戻っていきたいと思います。きつねぶどうさん、パチパチパチ。きつねぶどうさん、ありがとうございます。まあ、こうやってなかなか普段紹介できないものも紹介をしていきたいなと思っていますので、ぜひね、期待を、あまり期待されるとまたプレッシャーなんですけど、していただければなというふうに思いまして、続けての攻略は沖ノ島海域ですね。イリスさん、パチパチパチ。桜アイリスさんもありがとうございます。はい。ですね、続いての海域は、皆さんもよく知っている通り、前半の壁というべき2の4になります。なので、シャケさん、パチパチパチ。戦記メンバーもね、ちょっと先ほどとは変更しています。シャケさんもありがとうございます。はい。先ほどの白がね、出ましたので、今度は矢作の出番ということで、装備の方ですね。そうだ。この子、先制ライン機ができたんだよな。それで入れない手はないのですいません。ちょっと、装備を変更します。好標的の兵型ですね。こちらを装備します。あとは、このオスになっている状態なので、搭載数がちょっと減ってしまってますので、ここはあまり戦闘機の方は積まないで、随分を積んでいく形にしてみたいと思います。そして、浜風ですね。そして磯風。そして、初霜ということで、この3人、プラス矢作というメンバーだともうね、想像されていらっしゃる通りの編成となっております。はい。
それでは、2の4、一斉に起していきましょう。と思ったら、ちょっと劉邦としぐれが被弾したままなので、ちゃんと修復してからいきましょう。これでいけるね。ちょっとお風呂に入りますね。関西機の補充もね、ちゃんとね、補給もしないとね、ダメですね。これで万全です。はい。まあ、あとは、十分準備もできましたので、見送るだけですね。さて、出撃していきましょう。空母劉邦の本当の力お見せしたいと思います。第一攻撃隊発艦。なめないでもらおう。残念だったね。見つけたよ。私の艦載機が活躍したの。やったー。これが空母の劉邦の力なんです。名前は出雲湾じゃなくて費用です。航空母艦よ。よろしくね、提督。はい、費用よろしくね。紹介してるターンを走って出てきてくれましたね。うん。なんとかしましょう。では、続けて進軍をします。ルートに関してなんですけども、多分、まっすぐ行くか、下から行くか、どっちかですね。ただ、ちょっとルート固定がね、できないので、もしかしたらそれるかもしれませんが、そこはご容赦のね。いいかもしれない。さて、この先がどうなるかがね、わかりませんので、羅針盤さん、お願い。どうやら下の方に行きましたね。まずは突破をしていきたいと思います。単獣陣で戦闘開始。みんな頑張ってきてね。劉邦攻撃隊発艦。お願いいたします。敵を見つけた。艦隊これが駆逐艦の本文です。用意艦隊増速行くわ。突入します。私だって。アガノ型を軽順と侮らないで。私が守ります。撃って撃ちまくれ。残念だったね。見つけたよ。あの矢作が艦隊で一番に。意外と嬉しいものね。不思議ね。
戦闘の方はね、矢作が MVP ということで全く問題なく進みました。では続けて羅針盤お願い。敵影を見ず、さてどうなるかお願いします。羅針盤3上がりましたね。さて戦闘ですね。ここが唯一といいますか、今ルートの中では一番標的が待っているところです。みんな頑張ってきてね。単獣陣で戦闘開始。今の磯風の力なめないでもらおう。敵を見つけ追撃に行こうします。用意突撃。行くわ。見てなさい。守り抜きます。矢作突撃する。撃って撃ちまくれ。私の関西機が活躍したの。やったー。これが空母の劉邦の力なんです。こんにちは。軽巡洋艦大井です。どうぞよろしくお願いいたしますね。はい、大井さんよろしくね。いやー思ったよりも、みんな活躍をねしてくれて、ルートの方にも乗れました。あとはピーマスね行くだけです。招き猫さん、こんにちは。あ、招き猫さん、こんにちはです。今日も、カンコレ楽しんでやっております。よろしくお願いします。では、ボス戦に行きたいと思います。さあ、みんな頑張ってきてね。単獣陣で戦闘開始。第一攻撃隊発艦。劉邦攻撃隊発艦。お願いいたします。敵を見つけた。艦隊関西機があれば私だって。用意行くわ。私が守ります。今の磯風の力なめないでもらおう。鋼の型を軽巡と侮らないで。これが駆逐艦の本分です。ここは譲らない。増速追撃に移行します。突入します。全艦突撃。数発の被弾で私が死ぬわけないじゃない。私を沈めたいなら魚雷5、6本くらい撃ち込まないと。鋼の型を軽巡と侮らないで。これが駆逐艦の本分です。撃って撃ちまくれ。増速私が突守り入します。見つけたよ。苦しいですね。まあ T 字不利だったので仕方ないですけど、でも野戦では火力を出せますので、このまま突撃します。野戦突入。追撃に移行します。全艦突撃。劉邦攻撃隊発艦。お願いいたします。やられました。残念だったね。守り抜きます。まだ大丈夫。沈みません。
の関西機が活躍したの？やったー！これが空母の劉邦の力なんです。はあ、危ない。最初にね、攻撃できましたので、叩きましたね。劉邦もいるし。やりました。招き猫さん、言う通りね、劉邦の攻撃、その開始でね、もらっちゃいましたけど、その後、しぐれがきちんと2番艦を落として、あとは浜風がね、締めてくれました。やりましたね。イリスさん、S 勝利おめです。皆さん、ありがとうございます。招き猫さん、パチパチパチ。ありがとうございます。そして、音量大丈夫？チェック。ワン、ツー。よし。はじめまして。私、霧島です。ね、マイクチェック、霧島さん、よろしくね。無事に母校に戻ってこれました。よかった。このままの状態ではね、ちょっとかわいそうなので直してあげたいんですけど、ちょっとその前に任務の確認をしていきたいと思います。はい。今 50% ですね。ありがとうございます。これで、5回忌中3回忌の攻略になりましたので、ちょうどこれで 50% ということになっています。で、今日は、ここまでということで、最初今日の一番最初に、ご説明しましたけども、おめでとうございます。艦隊はこの春また新たな歴史を刻むことができました。お祝いとお礼申し上げます。はい、お祝いとお礼をいただけました。ということでね、最初の方を見ていらっしゃらなかった方もいると思うので、改めて紹介をしていきたいと思います。スクさん、強いっすね、やっぱ。改装されたのは伊達ではないというところだと思います。はい。今日は、この海域をね、攻略したことで、最初の3海域攻略ということを今日目標にしておりましたので、次回はこの続きの2の5とね、7の2の2、この2回忌の攻略をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。それではね、今日の、何の日コーナーを始めていきたいと思いますので、少々お待ちください。はい、それでは今日の何の日コーナーを始めていきたいと思います。本日4月29日はですね、ナポリタンの日となっております。こちらを紹介するにあたって、忘れてはいけないのが、本日は祝日ということになっておりますが、これは国民の祝日である昭和の日、この日に合わせて2017年ですから、ほんの最近ですね、4月29日に幕張メッセで開催されたニコニコ超会議にて、ナポリタンをこよなく愛する妖精、ナポリタンが誕生していると。これはそうなんでしょうね。画像でいくと、この子らしいんですけど、知ってる方は知ってるんだと思いますけど、
一応、拾ってきましたので、アップします。はい。記念日は、長年にわたり多くの人から親しまれているナポリタンをさらに愛してもらうことが目的ということであります。はい。ナポリタンについてですね、こちらも説明をしなくてはいけないですね。ナポリタンはですね、イタリア料理で使われる、細長い麺のスパゲッティをウインナーソーセージまたはベーコン、玉ねぎ、ピーマンなどとともにトマトケチャップで炒めた料理ですね。好みで、タバスコペッパーソースや、粉チーズをかけたり、日本独自に発展した洋食ですね。ナポリタンの名称はナポリとありますけども、イタリアのナポリにはもともとトマトソースのパスタはあるが、ナポリタン愛のある日ですね。こういったところもちょっと拾っていかないとなと思って紹介をしてみました。はい。招き猫さん、やはり擬人化していたか。これも文化なんでしょうね。日本の文化なんでしょうね。いろいろ擬人化ありますけど、これも例に漏れなかったということだと思います。でナポリタンについてですね、トマトケチャップの炒めのスパゲッティはなく、違う。イタリアのナポリにはもともとトマトソースのパスタはあるんですが、トマトケチャップ炒めのスパゲッティはなくて、ナポリタンはナポリ料理ではないそうです。なので、トマトケチャップはアメリカ生まれで、日本には明治時代にアメリカから伝わってきたとされているそうです。なかなかね、スパゲッティというのは主食で食べる機会があまりないのであれなんですけど、こんな機会でしたらぜひね、スーパーとかで見かけましたら、たまに食べてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、ナポリタンの日を紹介させていただきました。もちろん昭和の日も忘れてはいませんですけど、今日はこの日をね紹介させてみたかったのでやってみました。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、それと、今日はですね、忘れてはいけない劉邦の、回想も一応皆さんの前でしていこうと思います。ちょうど、このような状態になってますけども、いいでしょう。はい、回想をしましょう。装備も一回下ろします。はい、劉邦会に簿、こちらの回想をいたしますが、はい。海劉邦型夜間作戦航空母艦劉邦海2母に以下の大規模改装を実施します。よろしいですか。弾薬980、鉄鋼700、そして、高速建造材が20ですね。了解いたします。改装承認。鮭さん、劉邦会に。はい。これで、海劉邦型の、本来の
本当の力がね、これで発揮される形になりましたね。先ほどまでの夜間戦闘力は、今のところなくなってしまいましたけども、また装備をつければ夜間攻撃もできますし、何より高速になったということが一番のね、大きなポイントだと思います。まだちょっと回収ができるところがあるので、これは次回までにね、回収を済ませて作戦に挑みたいと思います。いや、本当に強くなりましたね、この本もね。次回の活躍も乞うご期待ということですね。はい。ということで、本日も、多聞丸のカンコレ多聞丸です。ご視聴いただきましてありがとうございます。本日は新しき翼海藻航空母艦劉邦出撃せよのパート1をお送りさせていただきました。次回は、同じこのお題でパート2をやっていこうと思います。こちらの、いつもね、つくさんからいただいたこの画像で、紹介をしていますけども、この、任務もね、ここからが本来というところになりますから、次回も皆さんよろしくお願いします。また、いつも最後になりますけども、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。こんな感じでいつも配信をやっております。少しでも良いなと思っていただけましたら、高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますね。皆さん、今日もね、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。なるべく、早くね、また次回配信していきたいと思いますので、またね、よろしくお願いします。それでは、これで、失礼いたしたいと思います。お疲れ様でした。皆さん、じゃあね。多聞丸のカンコレさん、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。